これは体験者やその知人から直接聞いた実話怪談である。通り抜ける。これは父方の親戚のおじさんが体験した話です。おじさんは奥さん、息子さん、そして母親との4人で2階建ての家に暮らしていました。おじさん夫婦は2階で、足腰の弱っていた母親は1階の部屋で寝起きしていたそうです。ある夜のこと、おじさんは深夜にふと目を覚ましました。体がまるで鉛のように重い。金縛りでした。あ、金縛りだ。そう認識した瞬間、床から何かが出てきたんです。ボールのような球体でした。それが床からどんどん出てきます。しばらくしてそれが何か判明しました。人の頭だったんです。髪の毛が生えた人間の頭部がゆっくりと床から現れてくる。しかもそれはおじさんの母親の顔だったんです。驚きと恐怖で身動きが取れないおじさんの前で、母親の体は何の抵抗もなくスルリと床を通り抜けていきます。肩、腕、胴体、そして足。ついに母親の全身が2階の部屋に現れました。そしてそのままゆっくりと上昇し、頭が天井に吸い込まれ、やがてその足先までが完全に天井を突き抜けて見えなくなってしまいました。母親の姿が完全に消え、おじさんの金縛りは嘘のように解けました。今のは何だったんだ。驚きでうまく頭が回りません。そして落ち着いた頃に嫌な考えが頭をよぎりました。まさか。おじさんが寝ている場所のちょうど真下は母親が眠っていたんです。嫌な予感を振り払うように彼は飛び起き、階段を駆け下りました。そして1階の母親の寝室のドアを勢いよく開けました。母親はすでに冷たくなっていました。病気でも事故でもない90歳を超えた穏やかな老衰だったそうです。この母親のお葬式の席で私はおじさんからこの話を聞かされました。正直すごく嫌でした。皆さんから聞いた怪談が一冊のホラー漫画になりました。誰にでも起こりうる実話怪談の世界をお楽しみください。そしてあなたの怪談が本や朗読動画になるかもしれないイベントを全国各地で開催中。10人以下で怪談を語り合う楽しい会で、
参加費は無料です。参加者には特製キーホルダーとサイン入り名刺をプレゼントしています。8月は鹿児島でやります。概要欄の応募フォームから申し込んでください。今このチャンネルでは日本全国の視聴者の皆さんに実話怪談を聞いて回る活動をしています。毎月数多くの怪談を聞いている僕らですが、たまに鳥肌が止まらなくなる話があります。今から話すのがその中の一つです。バーを経営している N さんのやけにリアルで怖いお話をお聞きください。最後の寄り道。数年前、私の店の5周年記念日に起きた忘れられない話です。その夜、常連の T 君とその友人の N 君が飲みに来てくれました。二人は2時間ほど飲んだ後、この後は女の子の店に行ってきますよ。と、上機嫌で会計を済ませていきました。N 君は今夜 T 君の家に泊まらせてもらうのだと言います。じゃあ今日は朝までコースだね。せいぜいぼったくられてきますわ。そんな軽口を叩いて、二人は夜の街へと消えていきました。深夜2時。そろそろ店を閉めようかと片付けをしていたとき、閉めたはずのドアが開き、N 君が一人で入ってきました。すみません。転んじゃって、怪我しちゃったんですよ。鼻血なのか、細い一本の血の筋が垂れています。もう乾きかけているようでした。ああ、何やってんだよ。私は急いで新しいおしぼりを渡しました。T 君はどうしたの？ T は一軒目の店で結構酔っちゃって先に帰りました。俺はその後二軒目に行ったんですよ。かなり酔っている様子でしたが、おしぼりで鼻の下を押さえながら、すみません、これもらっていきます。と、ふらついた足取りで、また夜の闇へ帰っていきました。翌日の昼過ぎ、T 君から電話がありました。N 君が死んだと言うんです。言葉の意味がすぐには理解できませんでした。そして T 君が語ったのは妙な話でした。昨夜、N 君と別れて先に帰った T 君は鍵を開けたまま先に眠ってしまったそうです。しばらくして玄関ドアが開く音で目を覚ますと、暗い部屋の中、冷蔵庫の扉が開いていて、その明かりの中に N 君が座り込んでいたと言います。いや怪我しちゃってさ。冷蔵庫の明かりに照らされた N 君の顔には、私が店で見たのと同じように、一本の血が流れていました。へえ、大丈夫か？絆創膏あるぞ。大丈夫、大丈夫。
そう言って N 君は立ち上がり、どこかへ行ったので、T 君はまた別の店にでも飲みに向かったんだろう、と思い眠ってしまいました。でも、N 君が T 君の家に現れたというその時刻、それは私の店に N 君が立ち寄った時間と全く同じだったんです。昨夜、一体彼に何が起こったのか。警察からの連絡で事実が判明しました。N 君はキャバクラの入っている7階建てのビルの吹き抜けから誤って転落していたんです。生々しい話ですが、何とか下まで落ちないように耐えた痕跡が残っていました。手すりにつかまろうとしたり、足をばたつかせた痕跡が各階に残っていたそうです。でも彼は一番下まで落ちて地面に叩きつけられました。一気に落ちたわけではないので即死とはならず、しばらく意識があったそうなんです。そして救急車で運ばれたものの、治療の甲斐なく明け方に亡くなったといいます。私と T 君が血を流した N 君の姿を見た深夜2時頃、あの時彼の体はすでにアスファルトの上か病院のベッドの上にあったということになります。数日後、私たちは N 君の葬儀に参列しました。T 君は、俺が最後まで一緒にいてやれなかったからだ、と自分を責め続けていました。この日を境に T 君は店に寄りつかなくなりました。でも今でも店の棚には T、N と2人の名前が書かれた狂月のボトルが1本そのまま置いてあります。いつかまた N 君がすみませんなんて言いながらひょっこりドアを開けて入ってくるんじゃないか、そんな気がしてどうしても捨てられないんです。本人が来る。これは私が小学校6年生の頃、洞爺湖へ修学旅行に行った時、実際に体験した話です。私たちが利用した宿泊施設は、体育館や調理場、屋外広場まで備えた少し大きな研修施設のような場所でした。寝泊まりする部屋は地下にあり、地下1階が男子生徒のクラス、地下2階が女子生徒のクラスに割り当てられていました。女子の部屋は地下2階の奥から順番に5組、4組と並び、私は1組だったので階段降りですぐの部屋だったことを覚えています。部屋には両側に2段ベッドが置かれ、奥に窓があり、その右側には小さな鏡が設置されていました。修学旅行1日目の夜、皆で自由に過ごす時間が設けられ、最初はどの部屋も静かだったんですが、次第に廊下の方から
ギャーという騒ぎ声が聞こえてくるようになりました。何事かと部屋の扉を開けて出てみると、隣の部屋の友人たちが興奮した様子で駆け寄ってきます。ねえ、聞いて。誰かが部屋の扉をコンコンって叩くのに、開けたら誰もいないらしいの。その不審なノック音は、まるで順番に部屋を回ってるかのように、一番奥にある5組の部屋から4組、そして3組と、徐々に私たちの部屋へと近づいてきてるというんです。そして、その奇妙なノックの音が、私たちの部屋にも来ました。コン、コン。私たちは恐怖で震えながらも、そーっと扉を開け、様子を伺いました。誰もいないね。その時、部屋の奥にある窓のカーテンが、シャッと音を立てて勝手に動いたんです。今、動いたよね。顔を見合わせ、鏡の方を見ると、友人の一人が青ざめた顔をしています。どうしたの？今、そこの鏡に一瞬だけ男の人の顔が映り込んで消えた気がする。でも、これで終わりではありませんでした。コン、コン。数分後に再び奥の部屋の扉がノックされたんです。何？部屋の子たちがバンと扉を開けて確認しています。今、人の影が見えなかった。怖い。やめて。怖がって大騒ぎしています。そして私たちと同じく廊下で様子を見ていた3組の子たちが相談し始めました。何なの？どうなってんのこれ。このままドア開けとく？怖くない？彼女たちがそんな会話をしていると、コンコン。3組の子たちと私たちが見ている目の前で扉がノックされたんです。もちろん、その場にノックしたような人は誰もいません。次は私たちの部屋だ。とりあえずこのまま開けとこう。どうせノックされるなら開けとくか。そんな気持ちで待っていたんですが、いつまで経っても音は鳴りません。シャッ。やっぱりカーテンが動いてるよね。そんな話をしていると、今度は鏡にスッと男性の顔が映り込んだんです。でも、はっとした瞬間、その顔は消え去っていました。怖い。もう寝よう。その日はそれ以上何も起きず、
私たちは怖さに震えながら何度か眠りにつきました。翌朝、他のクラスの女子生徒に聞いても、やはり奥の部屋から順番にノックされ、カーテンが動いたり、鏡に顔が映ったり、同じような現象が起こっていたようです。女子がいる地下2階にだけこの奇妙な現象が起き、男子生徒の階では何もなかったようです。そして私は家に帰るバスの中で、もしかしたら昨日のあの現象は私が原因かもしれない。ふとそう思ったんです。実は私の父方の親族には昔からある不思議な現象が起こることがありました。それは誰かが亡くなると本人が挨拶に来るというものです。最初に体験したのは小学校1年生の時でした。自宅の電話が鳴って私の母が取ったんですが、様子がおかしかったんです。はい、もしもし。もしもーし。あれ、変ね。どうしたの？おかしいわ。何も言わないし、すごく音遠い感じがするんだよね。音が遠いってなんだろうと思っていたら、その直後、ピンポンと家の呼び鈴が鳴ったんです。はーい。母が玄関の外を見て戻ってきました。ちょっと誰もいないんだけど。気持ち悪いわね。その後、再び電話がかかってきて、父方の親戚が亡くなったことが分かりました。当時はよく分かっていなかったんですが、これ以降、私も家で同じ体験を何度かしました。そして私は年齢が上がるにつれ、だんだんとその亡くなった本人による挨拶のようなものが怖くなっていました。修学旅行の帰りのバスで私はそれを思い出したんです。自宅に着いた私を待っていたのは母の悲しげな顔でした。実はおじさんがね、私の父方の親戚であるおじが亡くなっていました。旅行に行く前からおじは入院していて、もしかしたら危ないかもと聞かされていました。私のことをとても可愛がってくれていたのもあり、私が修学旅行に行かないでここにいるよと言うと、おじは拒否しました。いやいや、楽しんでおいでよ。わかった。じゃあ、お土産買ってくるね。それが最後の会話になってしまったんです。亡くなった後、わざわざ洞爺湖まで会いに来てくれたのかも。いつもは怖かった亡くなった方の挨拶でしたが、この時は温かい気持ちになり、忘れられない思い出となりました。
子供の頃の何気ない遊び。白線の上だけを歩く。塀をなぞって音を立てる。もし、その無邪気な遊びが誰かの未来を知らせる予言だったとしたら、帰り道の遊びが恐怖の儀式に変わってしまったある子供の物語をお聞きください。死の感触。これは子供の頃の私が持っていた少し怖い能力についての話です。当時、小学校2年生だった私は、学校が終わると校庭に落ちている木の枝や石を拾い、通学路にある住宅の塀をビーッとなぞりながら帰るのが日課でした。毎日毎日いろいろな家の塀をなぞるんです。ザラザラしたコンクリートの壁、つるりとしたタイルの壁、指先に伝わるそれぞれの感触は私だけの楽しい遊びでした。しかしある時からその遊びに奇妙な違和感が混じるようになります。いつもと同じように拾った木の枝で塀をなぞっていると、ある家だけ指先に伝わる感触がふっと変わることにふと気づいたんです。言葉ではうまく表現できないんですが、滑らかだったはずの感触にほんのわずかな引っかかりが生まれる。その不快な感触は枝を伝って確かに私の手に届きました。なんだか変。その違和感を感じてから1週間も経たないうちでした。その家の前に白と黒の大きな花輪が建てられていたんです。昔は特にお葬式がある家はそうやって誰かの死を知らせていました。子供心に、ああ、誰か亡くなったんだ、とぼんやりと思ったのを覚えています。それからしばらくして、また別の家の塀をなぞってる時に、再びあの引っかかりを感じました。そして数日後、やはりその家の前にも白と黒の大きな花輪が立ったんです。同じ現象がもう一度あり、その家でお葬式が行われてるのを見たとき、つまり3度この体験をして、私はやっと確信したんです。私が感じるあの奇妙な感触は、人の死を知らせる予兆なのだと。ただの遊びだったはずの帰り道はいつしか恐怖の儀式に変わっていました。毎日拾う木の枝が今日はあの感触を伝えてこないだろうかと恐ろしくて仕方がありませんでした。とうとう耐えきれなくなり、私は母親にこの不思議な出来事をそーっと打ち明けました。すると母は私を叱るでも馬鹿にするでもなく、真剣な顔でこう言ったんです。あんた、絶対にそんなこと周りの人に言ったらダメよ。気味悪がられるから。
その能力はいつの間にか消えていました。大人になった今では壁をなぞってももう何も感じることはありません。ですが、あの指先の記憶だけは今も鮮明に残っています。何の変哲もない木の枝を通して伝わってきたあのざらりとした死の感触。あれは一体何だったのでしょうか。人が亡くなったり事件があった住居は事故物件として扱われ、怪談話にもよく出てきます。ですが、実は何の曰くもない場所で怖いことが起こることもあるものです。東北在住40代の男性がそんな話を聞かせてくれました。それではお聞きください。伊藤さん。私は公務員としてある地方都市の県庁で働いています。仕事は各都道府県が運営する住宅、いわゆる公営住宅に関する業務を担当しています。これはそんな私が3年前、ある研修に参加した時に聞いた話です。その研修は年に1回、全国の公営住宅の担当者が集まり、最近の法令はどうなってるとか、こういうトラブルがあったから気をつけましょうとか、意見交換をする会議みたいなものです。その研修で自己紹介をするとき、私が怖い話が好きですと言ったからだと思うんですが、研修の後の交流会である県庁で働く女性が急にゾッとする話をしてきたんです。それは彼女自身のお母様の話でした。彼女の母親は当時70歳ほど。少し認知症が始まっていて、さらに怪我をしてしまい、車椅子での生活を余儀なくされていました。視力が弱いものの、眼鏡をかけたがらず、家にいるときはぼんやりとしか物が見えない状態で過ごされていたそうです。そんなお母様のため、彼女は公務員のつてを頼り、関東にあるリノベーションされた公営住宅を探し出しました。そこは4階建てで、屋上が緑化されていて、建物の入り口にはスロープがあるバリアフリーの住宅です。入り口から1階の部屋まで段差がないこの住宅の住み心地のレポートを書くという条件で、家賃は割り引かれ、優先的に入居させてもらうことができました。お母様は大変気に入って、天気のいい日はベランダに椅子を置いて、外の風を感じながら、趣味の編み物をしたり、ラジオを聴いたりして過ごしていたそうです。でも日中、仕事で母を一人にしてしまうことを、彼女は心苦しく思っていました。普段お母さんを一人にしちゃってごめんね。するとお母様はちょっと気になる話をし始めたんです。
いや、最近ね、ベランダ越しに話しかけてくれる人がいるから、そんなに退屈じゃないのよ。毎日じゃないんだけどね。え、ベランダの外から誰かが話しかけてくるの？さあさあ、上の人がね。上？上の階の人ってこと？なんていう名前？名前はちょっと聞いてないんだけどね。でもなんだかいい感じのおばあさん。多分私と同い年くらいの年代だと思うのよ。よかったね。話できる人ができて。リノベーションしたこの住宅。1階のベランダの前には住宅の敷地内にある通路があります。その通路から同じ建物に住む人が話しかけてきてくれると言うんです。それを聞いて、ふと疑問を感じました。上の階。真上の2階は少し前にぼや騒ぎがあり、改修工事のために空室のはずです。じゃあ3階か4階の人かな。不思議に思いつつも、毎日家に帰るとお母様が、今日ね、上の人とこんな話をしたのよ。と楽しそうに報告をしてきます。楽しんで暮らしてるんだったらいいか。と思い、結局そのまま過ごしていたそうです。それから半年が過ぎた秋の終わりのこと。お母様が嬉しそうに言ってきました。今度ね、上の人がね、一緒にちょっとそこら辺に行きませんかって言うんだけれどもね、いいかな。いいんじゃない？でもその人、お母さんが車椅子なの知ってるの？大丈夫。ちゃんと押してくれるって言っててね。あと、介護の資格も持ってたそうよ。でも、一回ちょっとその人に会って、私も話したいんだけど。いくら親切な方でも、一度も会ったことのない人に母を任せるわけにはいかない。彼女がそう言うと、数日後、お母様は一通の手紙を渡してきました。ちょっとね、お手紙預かったんだけど、私目悪くて読めないのね。あなたに渡してほしいっていうことで、これもらったわ。ベランダ越しに渡されたという手紙を見ると、今時珍しい縦書きのペン習字のような達筆で、上の方に住んでるものですけれども、今度お母様と一緒に少しそこら辺まで行きたいのですが、よろしいでしょうか。と、そういった内容が丁寧に書かれていました。名前を見ると、伊藤と書いてあります。ああ、こういう風に書いてくれる、ちゃんとした人だったら大丈夫じゃない？その伊藤さんと一緒に行ってくれば。あなたが許可してくれるなら、じゃあちょっと伊藤さんと行ってくるわね。
翌日の昼過ぎ、彼女の職場に公営住宅の管理人から電話が入りました。お母様が亡くなりました。突然の出来事に何が起きたのかわからないまま駆けつけると、規制線が張られ、警察官や救急隊員が慌ただしく行き交っています。何この状況。警察に事情を聞くと、お母様が建物の屋上から落ちたと言うんです。そんなはずありません。だって母歩けないんですよ。それが不思議なんですけれども、車椅子はお部屋にありました。そしてお母様は屋上から落ちてるんですけれども、誰もそれを見てないんですよ。何か知りませんか？いや、伊藤さん。今日確か母はここに住んでる伊藤さんという方と出かけるって言ってました。彼女は手紙を見せました。伊藤さんですか。手紙には上の方に住んでると書いてありますが、上の階の人ってことですか？2階ですかね。2階は人がいないんで、多分3階か4階だと思います。じゃあちょっと見てきますね。警察が確認して戻ってきました。3階も4階も伊藤さんではないですね。本当にこれ伊藤さんっていう方でしたか？そう言われて困ったそうです。何しろ直接伊藤さんには会っていません。すみません。お手紙をいただいただけで、ちょっとこれ以上はわからないんです。結局、伊藤さんの存在を証明するものは、あの手紙しかありませんでした。さらに奇妙なのは、その日屋上にはお茶会をしていた住人が数名いたんです。彼女たちはフェンスのすぐそばのベンチに座っていたにもかかわらず、誰一人としてお母様の姿を見ていませんでした。お茶会をしていたら、下からファーという声が聞こえ、見下ろすと人が落ちていたと証言しています。発見された時のお母様は苦悶や恐怖の表情ではなく笑顔だったそうです。一緒にちょっとそこら辺に行きませんかとは、果たしてどこに行く話だったのか。そして伊藤さんが言っていた上とは何だったんでしょうか。そこで彼女の話は終わりました。突然こんな話を聞かされた私は戸惑いつつも彼女に尋ねました。そういうことがあったのに今もこの仕事を続けてるんですか？すると彼女は静かにこう言ったんです。ええ、
今私、あのアパートを担当しています。母と同じようにバリアフリーの住居を必要としている方を探している最中なんですよね。なんでそんなことを？多分、母が一人だと寂しいでしょうから。彼女はその後、この仕事を辞めたと聞いています。現在どうしてるかはわかりません。西日本のある集落で数百年にわたり恐ろしいたたりに遭い続けている一族がいます。今回はその家に長女として生まれた S さんの恐怖体験を聞いていただきます。長女が死ぬ家。私の実家は数百年も前から西日本のある地域を取りまとめてきた由緒ある家です。もう今は見る影もないですけどね。この家で暮らしていた私の祖母は少し不思議な能力のある人でした。例えば朝ごはんを食べていると突然電話をかけ始めたりするんです。朝っぱらからどこにかけてるのかを聞くと、夢に甥いっ子が出てきてね、俺結婚するんよってあの子が言うんよ。なんも聞いとらんけど、ご祝儀用意せないかんからね。って言いながら電話で確認したら、本当に結婚が決まっていたりとか。甥いっ子たちは結納が終わってから伝えようと思っていたそうで、本当に驚いていました。だから私、世間のおばあちゃんってみんなそういう力があるもんだと思って育ちました。本題はここからで、この古い家にまつわるあるたたりのお話を聞いてほしいのです。私の家には絶対にしてはならないこと、いわゆる禁忌がありました。それは、ちまきを食べてはならないということ。5月5日の端午の節句の日に食べるあのちまきです。小学生の頃、私はまだそのタブーを知りませんでした。学校の給食で初めてちまきを食べて、その美味しさに感動して、友人が残したちまきを家に持ち帰りました。すると祖母に、そんなもん持って帰ってくるなと、ものすごい剣幕で叱られたんです。その時はなぜそこまで怒られるのか理解できませんでしたが、ある日、なぜちまきが禁忌とされているのかが判明しました。日曜日の昼、この地方のテレビ番組で日本昔話のようなアニメが放送されていました。内容はこうです。昔々あるところに信心深い長者の一族がいた。長者は娘を連れては檀家となっている寺に通い詰めていたのだそう。ある日、寺に若い修行僧が来ていたのだが、その青年は二枚目で、長者の娘と恋に落ち、結婚を誓い合う。しかし、
それは許されなかった。寺も持っていない修行僧になど娘はやれん。と長者に猛反対されたのだ。青年は修行僧を辞め、独り立ちするため医者になることを決意し、この土地を飛び出した。そして3年後、努力の末、青年は医者となり、娘を迎えに来た。一人前の医者になりました。娘さんを僕にください。そんな約束はしてない。娘は別の男と結婚する。よりにもよって別の男と祝言を挙げようとしてる日に駆けつけたことを知り、青年は絶望する。娘さんは本当に望んでその結婚をするんですか？もう一度会って話がしたいです。だが長者は帰れの一点張り。青年は追い込まれ、一緒になれないなら娘を殺す、と屋敷に押し入り、娘を刺し殺してしまう。その後、すぐに自分も首をかき切って死んでしまった。その後、二人を弔うため、ある寺に地蔵を2体祀った。私が見たアニメはこんな内容でした。休日の昼に放送するとは思えない残酷なものです。ご飯を食べながらなんとなく見ていた小学生の私は気分が悪くなりました。すると一緒に見ていた父が私の祖父に向かってこう言ったんです。じいちゃん、これうちの話やんね。祖父はそう答えました。私の一族は数百年変わらず同じ土地に住み続けています。我が家の話だとすると、殺人事件が起きたのはまさにこの場所のはずです。お父さん、うちの話ってどういうこと？ああ、前に連れて行った寺にお地蔵さんがあっただろう。あれがさっきアニメで言ってたお地蔵さんだ。この事件があったから、うちはちまきが食べられん。なんで食べられないの？ちまきを食べるのは5月5日、端午の節句の日だろう。アニメに出てきた娘さんが殺されたのはこの日なんだ。5月5日に起きた殺人事件。さらに、ちまきという言葉が血液の血をまくことを連想してしまう。だからこの家では、ちまきは縁起の悪いものとなったのです。アニメは地蔵を祀ったところで終わっていましたが、冒頭お話ししたように、これはたたりの話です。私たち一族の恐怖はこれだけでは終わりません。長者の娘が殺されたお話は江戸時代のこと。それ以降、この家の長女は必ず不幸になると言われてきました。そもそも女の子が生まれない。生まれてきてもすぐに死んでしまったり、重度の障害を持っていたり、長女にだけ不幸が続き、近所ではたたられた家と噂されるようになりました。でも明治時代に入り、ある時、このたたられた家に徳の高いお坊さんが現れ、事態は一変します。お坊さんは一族の当主にこう言ったそうです。
あんたの家で昔なんかあったでしょう。そう言われ、あの5月5日の殺人事件の話をしました。しかし、お坊さんは、いやいや、違う違う。それは結果論で原因ではない。そのもっと前に何かやってるだろう。と言います。当主は、はっと思い出しました。実はこの家にはもう一つ言い伝えられてきた話があったんです。あの5月5日の殺人事件が起きた江戸時代からさらに遡ること数百年、戦国時代の話です。当時すでに地域を治めていた私の一族。この土地にある日、二人の女性がやってきました。聞くと彼女たちは別の地域に住む小さな一族のお姫様とその召使いでした。そこにかの有名な毛利一族が攻めてきたことで自分たちの土地を取られ命からがら逃げ出してきたというのです。どうかかくまってください。お姫様は命乞いをしました。でもこれは戦国時代の話です。かくまったことが見つかれば、私の一族はおろか、村の人々も皆殺しにされてしまいます。生き延びるため、私のご先祖様たちは、泣く泣く姫と召使いを殺したのです。徳の高いお坊さんにこの話をした当主。すると、それ。お坊さんはそう答えました。ある一族のお姫様を殺した。だから、あなたの家のお姫様、要するに長女が全員殺されているんだ。たたりに合ってるんだよ。そんな、ではどうすればいいんですか？地蔵を作って祭りなさい。こうして私の家は明治時代に地蔵を作り、彼女たちを供養するようになったのです。昔話のアニメでは地蔵を2体作ったと言っていましたが、実は地蔵は3体あります。お地蔵さんで供養しているのは戦国時代に殺してしまったお姫様と召使いの2人、そして江戸時代に元修行僧の青年に殺された娘の3人です。私はこの家の長女、つまりたたりの対象者なのです。私と弟は小さい頃から父にお地蔵さんのある寺に連れて行ってもらっていました。長男である弟はよく言い聞かせられていました。これはお前がずっと守っていかんといけんぞ。当主となった者はお盆に必ずやらなくてはならないことがあります。お地蔵さんのある寺に行き、一晩中火を絶やさないように寝ずの番をするおこもりと呼ばれる儀式です。たたりの根源が判明した明治時代から代々続けられています。令和になった今もなお、私の一族へのたたりは終わっていないのです。